ドライブラシ教えます。プラぼっち研究所。皆さんこんにちは。プラぼっち研究所の所長です。今回の動画はガンプラにリアルな金属感、土ぼこり感、エッジの強調を与えることができる面白い塗装技法、ドライブラシのやり方を詳しく解説していきます。動画の全体の流れとしては、ドライブラシとは、ドライブラシに必要な道具、ドライブラシ実演、失敗しないための秘訣、まとめ、このような感じでいきます。もちろん塗装ブースやエアブラシは必要ないので手軽に行うことができます。この動画を最後まで見れば初心者の方でもすぐにドライブラシをマスターし作品のディティールアップに活かすことができると思います。それでは行きましょう。まずはじめにドライブラシって何ってところから解説します。ドライブラシっていうのは筆塗りみたいなもんなんですけど、塗料をほとんどつけない、いわば少し乾燥したような筆でパーツの凸部分やエッジ部分にわずかな塗料をこすりつけるように色をのせていく技法です。このドライブラシの効果ですが大きく3つありまして、ディティールの強調、ウェザリング、チッピングです。まずディティールの強調ですけど、パーツの凸部分やパーツのエッジ部分に明るい塗料をのせることで立体感や情報量をアップさせることができます。墨入れで奥まったところに影を出してドライブラシで表面の凸部分に明るい色をのせることによってディティールが強調されてとても締まった感じに見えます。私の過去動画になりますが、マスターグレードガンダムビダールの塗装の動画で内部フレームをシルバーのドライブラシで塗装しております。初期の動画なので喋りや編集がちょっと下手くそなんですけど、よかったら見ていってください。次にウェザリングですが、カスカスの塗料をちょっとずつのせるという特性から砂ぼこりや汚れの表現をつけやすいです。最後にチッピングですが、部分的に暗い色や金属感のある色を使えば装甲が欠けた時の金属表面を演出することができます。以上、ドライブラシの基本説明でした。早速実演に行きたいところなんですが、まずは必要な道具をおさらいしていきましょう。必要な道具は4つです。筆、塗料、溶剤、キッチンペーパー。これだけです。非常にお手軽。まず1つ目、筆ですが、平筆をおすすめします。そしてドライブラシやってるとすぐに筆の状態が悪くなってしまうので、とりあえず安い平筆を買っておけば大丈夫です。私はタミヤのモデリングブラシっていう300円ぐらいの平筆を使っていますが、100均で売ってる平筆も全然使えます。筆先は若干バサバサしていた方がランダムに塗れて使いやすいです。ドライブラシで使ってるとすぐこんな感じになっちゃうんで、ガンガン使っていきましょう。続いて塗料ですが、水性塗料かエナメル塗料をおすすめします。ラッカー系の塗料はあまりにも早く乾いてしまうので、ドライブラシで使うにはちょっと難しいです。そして色ですけど、よく使われるのは砂ぼこりや汚れを表現するための茶色系や黒系の塗料、金属表現をするためのシルバー系の塗料です。ディティールアップで使うならパーツよりも明るい塗料、チッピングや塗装ハゲを表現するなら暗い塗料を塗るといい感じに見えます。そして溶剤ですが、塗料を落としたり筆をきれいにするときに使います。水性ホビーカラーであれば水でも十分汚れを落とせますので、このように水道水を瓶に入れておくと筆洗いしやすくておすすめです。最後キッチンペーパーですけど、筆についた塗料を拭うために使います。ティッシュペーパーでもいいですけど、ティッシュの繊維が筆についちゃうかもしれないので、キッチンペーパーの方がいいかなと思います。こちらは後ほど実演で見てもらった方が分かりやすいですね。それでは実際にドライブラシをやっていきましょう。お待たせしました。ドライブラシを実際にやりながら説明していきましょう。まずはこちらのビームライフルを金属表現してみましょう。はい、こちらですね。使う塗料はタミヤのエナメル塗料クロームシルバーを使っていきます。まずは塗料を開けまして、筆に塗料をつけます。塗料瓶の蓋についている塗料を筆の半分くらいつけます。次にちょっともったいないですが、キッチンペーパーの上で筆をこすりつけて塗料を落としていきます。
はい、このようにキッチンペーパーに塗っても色がほとんど出なくなったら準備完了です。ちょっと持ちにくいので持ち手棒を使いますね。そして奥まったところに筆が入らないように注意して、エッジを狙って筆をこすりつけていきます。この時筆先じゃなくて筆の腹の部分でさっと掃くようにして塗るとコントロールしやすいです。すると出っ張ったところだけに塗料が乗ってエッジが強調されていきます。はい、ざっとやってみるとこんな感じ。プラスチック感がなくなって金属感が増してよりメカメカしい表現になったんじゃないでしょうか。やってない裏面はこう。はい、この違い。墨入れしてなくてもディティールの強弱がついたんじゃないでしょうか。はい、他のパーツもやってみましょう。こちらはマスターグレードガンダムビダールのハンドガンです。またこの時の注意点ですけど、力を入れすぎたり筆を寝かしすぎたりしないようにしましょう。ベタっと色がついてしまうことがあります。また一度で完成させようとするのではなく、少しずつ色を重ねて濃くしていくのがコツ。薄いかなと思うぐらいで一度引いて全体を見て調整していきましょう。ちょっと今回は濃いめに塗ってみますね。はい、塗ってみるとこんな感じ。塗ってない方と比べるとエッジのシャープさとまるでいぶし銀のような質感が表現できていますね。いやー、それにしてもかっこいいな。はい、全部塗ってみました。かなりリアルな感じになりますね。そして筆の洗浄ですが、エナメル塗料は水では塗料が落ちないので、エナメル溶剤を適当なカップに入れて筆を洗いましょう。次に泥や土ぼこりの表現をドライブラシを使ってやってみましょう。それではこちらのネットフリックスザクの足回りにやっていきます。今度は水性ホビーカラーを使っていきましょう。まずはこちらのレッドブラウンで泥汚れを表現していきます。はい、同じように筆の半分くらい塗料を取りまして、ちょっと多めに取りすぎちゃった場合は瓶の蓋を使って少し落とします。キッチンペーパーに筆をこすりつけていって、この時にこれ平筆なんで、こっちの面とひっくり返してこっちの面どっちも塗料を拭き取ってください。そうしないと意図せずベターっとついてしまう時があるので気をつけましょう。これくらい塗料が出なくなれば OK ですね。ちょっと作業しやすいように足を外します。そして先ほどのようにエッジをめがけて筆の腹を使って塗料をちょっと足外すのに時間がかかっちゃいまして、塗料が完全に乾いてしまいました。ちょっともう一度筆を作っていきます。動画だと外したの一瞬なんですけど、実際はちょっと手こずってしまってカット入れてるんで3分ぐらい外すのに時間かかっちゃいました。それではエッジめがけて先ほどのように塗料を置いていきましょう。あとは色をのせる場所ですけど、実際に現実にこいつがあったとして、足回りは土の汚れがつくだろうな。で、ちょっと上の方は、砂の砂塵とかで砂汚れとかが出るだろうなっていうのを想像しながら色を塗っていくとよりリアルな感じになります。工事現場の乗り物とか見ると結構わかりやすいですね。足回りは汚れていて、上の方はちょっと綺麗だったりします。はい、
塗ってみるとこんな感じ。塗ってない方に比べるとよりリアルな感じ、そしてディティールが強調されてパッと見の印象もなんかかっこいいですよね。あと本当は墨入れなんかもするとより溝の部分は影が落ちるので、よりこのディティールが際立ってかっこいい表現になります。追加で砂汚れの表現としてこちらのサンディーブラウンも少し足してみましょう。そして筆を洗っていくわけですけど、水性ホビーカラーは乾く前だったら水道水で落ちるんですけど、ちょっともうドライブラシで乾いてしまったので、こちら水道水に少しマジックリンを入れたものを瓶に入れております。こちらであれば筆先についた乾燥した水性ホビーカラーも、この通りきれいに落とすことができます。そして筆の水分はよく取っておきましょう。それでは改めてサンディーブラウンをドライブラシしていきます。そして同じようにキッチンペーパーで塗料を落としていきます。こんなもんですかね。ちょっと今度は全体じゃなくてちょっと狙った部位に塗料を入れていく感じにやってみましょう。そうしないと先ほど塗ったブラウンが全部隠れてしまうので、狙った箇所に砂粒をつける感じでやっていきます。どうでしょう。この辺が分かりやすいですかね。ちょっと明るめのブラウンを置いてみました。最後ちょっとやってなかったんで、チッピングの表現、塗装剥がれの表現をやっておきましょう。本当は一番最初にチッピングした方がよりリアルな感じになると思うんですけど、塗装が剥がれてそこに砂とか泥がつくっていうストーリーの方がおそらく自然だと思うんで、チッピング表現入れるなら、最初にやった方がいいかなと。でも汚れてから塗装が剥がれるっていうパターンもあると思うんで、今回はそういうストーリーでいきます。水性ホビーカラーの焼き鉄色、こちらを少し加えてみます。あとちなみに水性ホビーカラーよりも私個人の感想としてはこちらのエナメル塗料の方がドライブラシやりやすいかなと思います。水性ホビーカラーだとすぐに乾いてしまうんで、何回も塗料をつけ直す必要が出てくるんですね。こんな感じ。チッピングは塗るというよりも塗料を置いていく感じで入れるのがいいと思いますね。こういう塗装が剥げそうなエッジの部分を狙って色を置いていきます。ちょっと地味で分かりにくいんですけど、エッジの部分に焼き鉄色を置いてみました。肉眼だと結構ギラッと光るんで分かりやすいんですけどね、塗りすぎるとキラキラしちゃうんで、反射した時に見えるかなぐらいの量がいいかなと思います。こんな感じですね。そして例なんでちょっと大雑把な部分はあるんですけど、レッドブラウン、サンディーブラウン、焼き鉄色でドライブラシしてみるとこんな感じ。全塗装しなくても成型色を生かしてお手軽にできてしまうので、ぜひ皆さんも試してみてください。最後に失敗しないための秘訣として覚えておくと役立つことを3つお話しします。1つ目が失敗して塗料がベタっとつきすぎてしまった場合のリカバリー方法です。これはエナメル塗料を使用していれば、エナメル溶剤を軽く含ませた綿棒で乾く前に拭き取りましょう。水性塗料の場合はマジックリンや溶剤を同じく綿棒に軽く含ませて拭き取れば OK です。ただし水性塗料で塗装してドライブラシも水性塗料でやった場合はマジックリンで拭き取ってはいけません。下地の水性塗料も溶かしてしまいますからね。その場合はドライブラシで塗った部分が完全に乾く前に水を含ませた綿棒でリカバリーしましょう。次に2つ目、どの色の塗料を使えばいいのっていう指標をお話しします。金属剥がれはシルバー系やガンメタル系、砂ぼこりや土汚れは黄土色や茶色、すす汚れなんかはフラットブラックやこちらのジャーマングレー。基本色が明るい色の場合はその色よりもワントーン明るい色でエッジを強調させると立体感をアップさせる表現ができます。最後3つ目、
制作工程のどのタイミングでやればいいのっていう話で、基本塗装と墨入れが完了したタイミングで行うのが一般的です。その後にトップコート、艶消しを吹くことによってドライブラシの質感がより馴染み、よりリアルな感じになります。あとは補足じゃないですけど、失敗かなと思ってもウェザリング表現だと捉えることもできますし、まずは気軽にいろいろ試してみましょう。ドライブラシについて自分なりに語ってみましたが、いかがでしたでしょうか。ざっとおさらいですが、筆は平筆、塗料は水性ホビーカラーかエナメル塗料がおすすめ。特にエナメル塗料のがおすすめ。エッジや凸部分を意識して筆の腹の部分を使ってこすりつける。一度に塗料をのせすぎないように焦らず少しずつ色をのせていく。正直ガンプラで言えば最近は塗装しなくても色分けがしっかりされているので、全塗装しなくてもシール、墨入れ、そして今回のドライブラシ、これらをやるだけでかなりかっこいい作品に仕上がります。ぜひ皆さんも今回の動画を参考にドライブラシやってみてください。という感じで、このチャンネルではガンプラを中心とした役立つ情報や全塗装動画をアップしております。この動画が良かった、次の動画も気になるなという方は、高評価とチャンネル登録で応援よろしくお願いします。無料なのでね、ぜひ押してください。また動画の感想ややってみてほしいことなどコメントくださると私とコミュニケーション取れます。それではまた次の動画でお会いしましょう。プラぼっち研究所よりお届けいたしました。プラぼっち研究所。